皆さんこんにちは、ギーフーランです。ご無沙汰しておりました。今回はですね、クラスターでワールドを作ってみました。私は全然ゲームやらないので、クラスターの方では公開はしてないです。3D の世界を自分の好きなようにスマホで簡単に作れるということで、ちょっと面白いかなと思って挑戦してみました。それでですね、これを使ってラプト理論を伝えたらどうかななんて思いながら動画にしてみました。今回はですね、ラプト理論プラスアルファにアップされております十二弟子の皆さんの証をご紹介したいと思います。タイトルは、この世の中は聖書への反逆に満ちている。悪魔崇拝も LGBT も昆虫食もすべて悪魔崇拝者による洗脳とありますが、読み上げてみたいと思います。ラプトさんは、この世の中が聖書の神様に対する反逆に満ちていると教えてくださっています。私はラプトブログに出会った後、すぐに聖書を読み始めたのですが、まさにラプトさんがおっしゃられている通り、聖書と真逆のことがこの世の中でまかり通っていることに驚きを隠せませんでした。聖書には私たち人類が幸福に生きられるようにとやってはいけないことを教えてくださっている聖句がたくさんあります。その中でも偶像を拝むことはいけないという聖句があちこちに出てきています。しかし世の中では当たり前に偶像崇拝が行われていますし、特にこの日本は神社仏閣が数えきれないほど点在していて、ほとんどの日本人が当たり前のように偶像を拝んでいます。ラプトさんはブログを立ち上げてくださった当初から、私たち日本人が一刻も早く神様が禁じられていらっしゃる偶像崇拝から離れ、正しい生き方へと軌道修正できるようにと、偶像を拝むことの危険性をどこまでも詳しく説明してくださいました。しかし日本人をはじめ世界中の人々はサタンを拝む悪魔崇拝者どもに洗脳され、サタンの望む通りに神様に反逆する生き方が正しいことだと信じて悪を行い続けてきました。ラプトさんはこの現状をご覧になられて、このまま人類が悪を悪だと知らずに悪を行い続けるなら、必ずこの世が不幸に見舞われると予言されていらっしゃり、危惧していらっしゃいました。今世界中のあちらこちらが災難や災害に見舞われ、この世のすべての人が苦悩し絶望して生きています。これは単なる偶然ではありません。神様に反逆して生きるなら誰もが不幸になるしかないのです。それがこの世の真理であることをラプトさんは何年も前から教えてきてくださいました。そして人類が聖書に書かれてある罪をこれからも行い続けるなら、さらなる災いが降りかかると教えてくださっています。しかし今もなお悪魔崇拝者どもは神様に対して反逆し続けており、例えば LGBT もやはり聖書に対する反逆に他なりません。トランスジェンダーは言い換えれば単なるオカマやお鍋と言われる同性愛者で、危険な性癖の一種です。実はこの同性愛についても聖書では禁じられています。レビ記18章22節、女と寝るように男と寝てはならない。それは厭うべきことである。動物と交わって身を汚してはならない。女性も動物に近づいて交わってはならない。これは秩序を乱す行為である。あなたたちは以上のいかなる性行為によっても身を汚してはならない。これらはすべてあなたたちの前から私が追放しようとしている国々が行って身を汚していることである。ローマの信徒への手紙1章26節。それで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました。女は自然の関係を自然に戻るものに変え、同じく男も女との自然の関係を捨てて互いに情欲を燃やし、男同士で恥ずべきことを行い、その他行いの当然の報いを身に受けています。実際に早くからトランスジェンダーを推し進めてきた国の現状を見ても明らかに悪い影響しかありません。神様に反逆しているのですから、人類にとって害しかないのは当然の結果と言えるでしょう。また近年国やメディアが推し進めている昆虫食も聖書の反逆であることが分かっています。レビ記11章20節。羽があり4本の足で動き、群れをなす昆虫はすべて汚らわしいものである。ただし
羽があり4本の足で動き、群れをなす者のうちで地面を跳躍する者に適した後ろ足を持つ者は食べてよい。すなわち、イナゴの類、羽長イナゴの類、大イナゴの類、小イナゴの類は食べてよい。しかし、これ以外で羽があり、4本の足を持つ群れをなす昆虫はすべて汚らわしいものである。以下の場合には、あなたたちは汚れる。死骸に触れる者はすべて夕方まで汚れる。また、死骸を持ち運ぶ者も夕方まで汚れる。衣服は水洗いせよ。この日本でも LGBT 理解推進法案設立や昆虫食を広めようとする動きが活発化しています。ラプトさんは私たち日本人がこの世のからくりを知り、今まで通りの生き方や考えをやめて新しい生き方をしなくては一人一人がまともに食べていくことすら難しくなると警鐘を鳴らしてくださっています。しかし私たち日本人がサタンの洗脳から抜け出し、正しい選択をして神様がおっしゃる通りに生きていくなら、神様が救いの手を差し伸べてくださり、救いの道に導いてくださるとラプトさんは教えてくださっています。と、ここまでなんですが、続きはラプト理論プラスアルファからご覧ください。世の中でここまでおかしなことばかり行われているのも、このような理由だったということがはっきりと分かったのではないでしょうか。人類はこのことを知らずに生きているから、悪魔崇拝者たちに簡単に騙されてしまっているのです。子供の頃から風習として行ってきたことが悪魔崇拝者たちによって作られたものだったと教えていただいた時にですね、神様に反逆する行為をですね、知らずにし続けていたのだと悟りました。ラプト理論を知らなかったら、このからくりに気づけず抜け出すことができなかったと思います。自分は洗脳されてないと思ってたんですね。でもラプトブログで暴かれた真実の情報を知れば知るほどどっぷり使っていたのだと気がつきました。新型コロコロから顔につけ出したものがありますが、未だに外せないのもどっぷり使っているからではないでしょうか。ラプト氏の発信されている情報を入手していたら、いくら恐怖心を植え付けられてもワクワクを注射することはなかったと思います。ですので、真実の情報を見分けて受け入れていかなければ、いつまで経っても騙され続けてドツボにはまってしまうと思います。そんなことにならないためにも、ラプト理論プラスアルファで真実の情報を知り、危険な思想を植え付けようとする者たちから抜け出して、救いの手を差し伸べてくださっています神様の手を掴んでください。最後までご視聴ありがとうございました。